2月13日金曜日夜8時になりました。こんばんは。あかねクラブ。今週も FM 大阪のスタジオから、ダンスチームアバンギャルディをプロデュースしている、振付師、あかねでーす。はーい。皆さん元気ですか？あ、2月13ってことは明日バレンタインか。おー、バレンタインやってー。みんなチョコレートとかなんかやるんか？なんか、イチャイチャするんか？イチャイチャするんか？よろしいですな。明日土曜やからね。なんかそういうのがあるんじゃん。知らんけど。うん、いいですね、皆さん。浮かれてんが。いいですね。はい。まあまあまあ。なんもないし、誰にも渡さないですけど。うん。欲しい。なんならくださいって感じですけど。はい。そんなこと言っておりますが。そう、冒頭からね、これなんですよ。ネットフリックス映画 This is I 公開されましたイエーイ、はい、待ちに待ったからね、これ。本当に待ちに待ったから。こちらの映画はですね、アイドルになりたいと夢を抱く少年ケンジの運命を変えたのは一人の医師との出会いだった。時代を彩ったヒットソングと心躍るダンスが織りなすエアミュージカル誕生ということで、はい、春菜愛さんの、はい、春菜愛さんの人生を描いた映画でございます。はい、こちら出演は、望月春樹さんと、そして斉藤匠さん。はい、望月春樹さんが、春菜愛さんの役ですね。ケンジですね。はい。で、斉藤匠さんが先生。お医者さん。和田先生っていうね。まあ、春菜愛さんの、と、そしてその和田先生という生き方を、春菜愛さんが、本出されてて、素晴らしき、この人生っていう本、春菜愛さんは素晴らしきこの人生。で、和田先生は、ペニスカッターという、すごい、性同一性障害を救った医師の物語っていうのを、こちらの本を参考にして、今回、この映画化されたわけです。適合手術とかの、そういうリアルを、描かれているんですけど、もう80年代と90年代のヒットソングを、このダンスとともにっていう、まあそういうミュージカル映画ではございます。日本では結構珍しいですよ、ミュージカル映画っていうのは。そう、だから今回、本当になかなか珍しいし、今回楽曲自体も、この、ね、邦楽が主なんですよ。80年代、90年代のヒットソングなんで。で、そこで私が、はい、お呼びいただきまして、振り付けでしてほしいということで、依頼いただいたので、やりました。そうですね、私はもうほんと80年代、90年代大好き。昔の曲大好きなんで、それを彩るっていうことで、お願いされたときは、はい、任せてくださいっていう感じですよ。ただ、まあ自分自身も、そこまでなんか映画とかの振り付けはよくね、なんか、機会いただくこともよくっていうほどでもないけど、もちろん経験としてあるんですけど、がっつりミュージカルでっていうのは、まあ難しいですよ。なんでかって言ったら物語の中に、急に音楽が始まって、歌があって、みたいな、そんな不自然なこと世の中ないじゃないですか。日本って特になんかなくないですか？そういう。想像もできんとか。だから私は難しかったけど、なんかこうやっぱり、心情そこで、愛がね、どういう心情にいるかをちゃんとダンスでも見せたいなっていうところもあったし、なんかそこを、なんか自分の考えもそうだし、監督がこんな風にしてみたいなっていう演出してみたいなみたいな、こういう風に見えたいなみたいなのは、すごく聞いて、何回もこう制作して潰してみたいな。これを作業を繰り返して完成したって。でもほとんど基本的になんか、ワンカットで撮るものが多くって。だから、ノー編集ですよ、わかりやすく言うと。超アナログ的に作ってるから、これがなんかめっちゃ良かったな。大変やったけど、ほんまに何百人の人を動かして、
全部ですよ、スタッフも含めたら。とんでもない人数の人が関わって、そのワンシーンを作り上げてるから、まあ大変やったけど、まあ公開前からもいろいろ、話題にもなったのかなとも思うし。でもやっぱり、そうやって愛さんのその人生とか、その和田先生の人生の中で、まあ、いろんなね、やっぱ葛藤、だって自分の体の一部を切るわけですから。なんかそこの葛藤と、もうなんか、そっかっていう胸が痛くなるシーンの中で、こうダンスがちゃんと入ってくるっていうところで、なかなかインパクトの強い映画にはなってるなっていうふうに思います。すごい映画に携われたなっていう気持ち。と、本当にこの作品の登場する楽曲12曲あるんですよ。で、割とダンスシーン多いんで、マジで。めっちゃ振り付けたなって自分でも思うもん。もう大変だったなとか思いつつ。でもなんか自分の要素めっちゃ入ってるから、まあなんか、そうですね。がっつり自分の世界も作れたなっていう、この映画の中に入り込めてたらいいなっていう、インパクト残せてたらいいなって思います。はい。なのでちょっと見てください、ぜひ皆さん。ネットフリックスに入ったら誰でも見れるんで。誰でもどこでも見れるんで、ちょっと皆さんぜひ見てほしいと思ってます。本当に頑張りました。アバンギャルディのメンバーにもね、いろいろ手伝ってもらって、完成したんで、ちょっとぜひ皆さん、ぜひっていうか絶対見てください。よろしくお願いします。ちょっとラストのシーンが、もうなんかちょっと見て、ほんま見てください。ラストのシーンで、私やんっていう、私やんっていうかもう見たらわかる。私の曲やんぐらいになってるやつでまた振り付けたから、私これ何回この曲で振り付けるんやろって思うぐらい。なんかめっちゃ面白いで。ちょっと見てほしい。見たらわかるから。さすがに。見てな、ほんまに。ラストらへんのあのダンス。男たちとのダンス。ね、わかる？金色の衣装の時。そう、あれ。ちょっと見て。すごい面白いから。ほんまに面白いから。じゃあ、曲行きましょう。じゃあね、そうですね、この映画の中で出てくる楽曲、いっちゃおうか。まあ、春菜愛さんって言えばやっぱこれじゃない？これですね。いきますよ。松浦綾で、イェイ FM Osaka. 85.1. FM Osaka. あかねクラブ。はい、出ますか？あかねクラブです。それでは、アバンギャルディの、おかということで、今週はこのお二人が来ています。自己紹介と一発芸をどうぞ。一発芸じゃない、一発ギャグ。どうぞ、じゃあ、はい、あなたから。はい。はい。フランスに来て、せんべい食べます。パリ、ここ、パリ。おー。お願いしちょうどいいネタですね。そうやんな。私はもう、すいませんけど、画面上でしか伝わらない。ダメだよ、なんでちょっと、はい、どうぞ。うわ、告白して振られた小花バンギルディです。お願いしちょっと、まあ、画面上で見てもそんな、あれ嘘ます。何円、丸円。円。まあ、気になった方は、X、くださいご覧ください。はい、期待しないでください。はい、ということでね、先週に引き続き小花さんでございます。よろしくお願いします。お願いします。はい、モカさん。はい。久しぶり？おいしそう。割と久しぶりだね。うん今年初めての今年初めてです。ございますけども、はい。ちょっとね、はいちょっと山盛りよね。一発ギャグでも出てましたけど、フランスって言ってましたけど、はい。今年1月、はい。 2回行ってきました。すごい。はい。1回目行った時は、はい。まっちゃんとのなさんと旅行で、はい。何それは何？年末年始の年越し年越しで、そうか。はい。お正月に行ったんだ。はい。行ってきて、はい。で、そこで、エッフェル塔を見たりとか、そうだ。初めての
フランス。フランスフランス。どうでしたか初めての。街がおしゃれすぎて、で、私も行きたかった国やったんで、もうすっごいもう、ずっとワクワク、ドキドキしながら、それ何泊3泊 ?3 泊か。ですか割と弾丸ではあるか。時間もなくって、はい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 。で、年越しを凱旋門でしました。すごい言いたい私も言いたいでもね、凱旋門で年越ししたんですよ。かっこいいじゃないですか。いいよ。でも人めっちゃ多かったんですねやっ。ぱみんな集まるんや。集まっててめっちゃ多くってそれ、集まりはなんかがやってるわけそのなんかプロジェクションマッピング的な、そうなんや。やってるんですけど、でも人も多すぎて、ちょっと離れたところで見てたんですね。で、カウントダウンの声が聞こえなくて、一応誰かおんねん。なんかおん。多分、カウントダウンやってたんですけど、遠すぎて聞こえなくて、年越してました。あ、なんか、3、2、1とか言ってんかなんか騒がしいから。ありましたありますけどね。いや、でもいいじゃないですかね。はいで、その年越しが、まあプライベートで遊びに行ってみたいなことで、で、なんかショーとかも見たり。で、クレイジーホース、同じね、おかっぱの大先輩。ショー見たりとか、老舗のショーや、白鳥の湖、バレエだ。バレエをまあ見たり2つ見に行きました。で、まあ普通に観光とかいろいろ楽しくはい。し観光もつつ。して。はい。んで、なぜかその月にまた行くわけですよね。そう。次は、ファッションウィーク、パリのファッそうですションウィークに出席しました。すごい。私も本当に嬉しくて、もう憧れでしたし。そうですよね。やっぱりおしゃれな人が多くなりますかすごいです。そうだよねなん。かおばあちゃんおじいちゃんとかもおしゃれなんですよ。わー。素敵。可愛くで、て。またそのファッションウィークってなったらね、世界中からね、もう、はいファッションに携わるお仕事関係の方もそうだし、モデルさんもそうだし、集まりますからセね。レブばっかり。そっか、セレブか、いっぱいいるんだいね。ましたね。写真もめっちゃ素敵でした。ありがとう。だからどこのブランドさんのやつを見に行かれたんですかクチュールブランドのヤニナあっていう。ルブランドだはい。だからやっぱり普段なかなか着れることのないね。そうです。もう本当にすべて手作業でうん、一点物というか唯一無二な、あ特別なのがおクチュールあ、もなので、はいもう本当う、にそれをまた着て、自分たちも着てショーを見さ見せてて、はい。もうすごいすご刺いですね激になりました。かっこいいですよ。ね、ショーを生で見るって、そんな。もう感動して涙出ました。おーいいなぁ。ですね。こんな経験できるなんて思ねってもなかったので。本当ですよ。だから、去年はね、イタリアのね、ファッションウィークもみんな出演したじゃないですか。はい鬼塚タイガーさんの今日にね、出役ですけど、はい。出て、で、今年はパリのファッションウィーク参加するというね。すごいですよ本。当に嬉しいです。いいですね。いや、やっぱ私も、やっぱ人生で一番すごかったなと思う国はやっぱりパリ、うん。フランスだったし、私はね、結構ね、長めに行ったんですよ。1週間、2週間弱。言えますよね。そうダンスってなったら。だから、毎晩ショーを見て、毎晩、ほんまにシャンパンで乾杯して、で、美術館もね、はい行ったりなんですよね。はい。そう。モナリザ小さい小さい。ないですよね、きっと。回りきれなくて、そのツアーみたいなんで行ったんですけど、もうほぼモナリザメイン。ツアー行ったんや。だから、それこそルーブルもそうし、なんか今ね、ポンピドゥセンターとかも全部、なんか、臨時休業中ってあそこにして、そうやね。だから、そう。私は行けたし、モン・サン・ミシェルもいたよ。人生で一番行きたい場所です。すごかった。で、ふわふわのオムレツを食べるのが食べた。人生で一番したいことです。行ったですね、それは。それはほんまにツアーでパリから出てるツアーでバス乗って行って、みたいな、そんなんもあったんで、ガイドさんにいろいろ説明されながら、いろいろ回れましたよ。そういうがっつり観光みたいなこともしましたし、折れるんよ。ほんで、なんかね、私も行ったのがね、それこそファッションウィークの時ぐらいやったから、どうでしたなんかセールとかやってなかったですか行ってないんか全然時間なかったあんまりなくて。嘘。だからショッピングセンターとかが、
百貨店とかがめちゃくちゃ、セールやってて、海外の観光者向けのセール。だからお正月は多分、現地の人たちのセールやってて、観光者向けは1月後半みたいな。やったりしたので、そう、結構爆買いした。いろいろ。服とかも。そう。覚えてる。いい時期に行ったんですそうそうそう。だから、まあ、どっちにしてもすごいいいですね、1ヶ月で。本当に。フランス行って、で、その後また、どこ行ったっけマレーシア行って、とか、だからね。すごいです。飛び回ってますね。2010年始まってね。すごいでございます。お帰りなさい。ただいま。でございますよ、皆さんね。はい、ということで、小花さんはなんかないですか海外話は海外話ですか？ない。そうですね。最近はだからタイとかマレーシアとか割と行ってるんですね。はい。アジアに。アジアにね。ちょっとしょうもないかもしれないんですけど、なんか、すっごく美味しくて感動したミルクティーがあって、知りいただいた。それはどこで飲まれたんですか？マレーシアでいただいたんですけど、チャジーっていう、海外のブランドっていうか、そのティーブランド紅茶ブランドお茶ないなんですけど、そこのミルクティーがすっごく美味しくて、で、私がもう一つ感動したのが、細いストローが3連になってるんですよ、そこのストローが。それが、なぜかめっちゃ美味しく感じるんですよ。なんで何の意味があるのそれは。わからないんです。でも、太さめっちゃ細いんです。細いんですよ。でも3連ってことは3つ、細いのが3つってことでしょ？ピュンピュンピュンってこう重なって。はい。でも、レベチな細さで。ちょっと汚いですけど、写真もあります。わかりますか？横並びなんや。私はなんかもうてっきりあれかと思ってた。もっと3つ、ピラミッドみたいになってんかと思って。そうなんですよ。三角形じゃないくて、横並び3連。信号みたいになってるか。はい。このストロー初めて。ちょっとだから細長い感じか。そう、ちょっと隙間風は入る感じなんですけど。美味しかったんそのストロー。なんか美味しかったんですよ。でもなんか不思議やったな。初めてのストローだったんですけど、これは人生初の体験で感動しました。でも勢いよくは飲めないですよ。はい。全然飲めない。でもなんでか美味しいんですよね。美味しかったなるほど。そんなのがあるんだ。はい。何のためにそうなってるんですよね。全くわかんないです。味わうためなのかな？空気と一緒にみたいな感じで。なんだろうな。でも美味しかったな。めっちゃ美味しかったです。そんなことがあるんですね。はい、ありました。マレーシア行った時はちょっと。ぜひ、経験して。はい、見てください。じゃあ、曲行きましょうか。はい。じゃあ、私、モカから。はい。ジェニーが、ルビーっていうアルバムで、今回出席したヤニーナの、なんかもうずっと分からへんことが。今、カタカナ多め。ブラックピンクのジェニーが、ルビーっていうアルバムを出してるんですけど、その曲で、ルビーっていうアルバムの中で、今回、ファッションウィークに出席したヤニーナのドレスを着てるんです。アルバムの中から紹介します。はい。ジェニーの FTS です。どうぞ。めっちゃ面白くないジェニーの、ルビーの、ヤニーナの、何がどうしようもない。ということで、FM 大阪茜クラブ、今週は小花とモカが来ております。はい。じゃあ、今月もですね、このコーナー行きたいと思います。おかっぱ、即興劇イエーイって言ってくれるんですね。ありがとうございます。もちろんです。今年もですね、いろいろと挑戦が待っているアバンギャルディ。これからは演技力も必要な場面も訪れるかもしれません。そこでアバンギャルディのみんなに毎週テーマに沿ったラジオ即興劇を出演メンバーで演じてもらいたいと思います。はい。テーマはこちら。電車の中で熟睡する人とキャリーケース。これも先週もやったお話ですけど、いきますね。はい。向かいのシートで女の人が爆睡しています。その人のキャリーケースが手元を離れ、あらあらあら、コロコロコロと電車の中を移動していきました。目の前にいるメンバーは何度も取りに行きます。持ち主が全く起きてくれないので、だんだんいらせてきます。ということで、
先週はウイがチャレンジしましたけど。はい。はい。まあなんか面白く新たに生み出しました。任せてもいいですか、展開は。モカにはいモカにモカにちょっと不安ではありますけど。じゃあちょっと行ってみましょうか。はいちょっとね、ラジオなんでね。はい。わかりやすくちょっと描写とかも教えていただけたらと思います。はい。それでは、おかっぱ即興劇、よーい、アクションあ、疲れたな、今日疲れたなぁ。そろかちょっと。しゃー。めっちゃ寝てるな。めっちゃ熟睡してる。まあやなこれ寝てるけどどうするもかちゃん。一旦手元に置くそうやな。様子見ようか。起きるかもしれんしな。これ起きる気ないで、この人どうするして一回起こすすいません。キャリー転がってますんで、一回起こってもらっていいですか？ほんとけや俺そっちか。そっちの、もかちゃんめっちゃ怒ってるけど怒ってんだよ、怒ってんだよ。すいません。ちょっと電車なので、キャリー転がさ、寝てたらキャリー転がってしまうので。何が俺って言う俺すいません。黙れよな黙れ。なんでだごめんなさい。どうするもかちゃんやばい。ちょっと空港まで、どこ行ってんか今。そう、どこ行ってんかキ。ャリー、空港行き乗ってるし、今。そう。まで、すいません、起きといてもらってもいいですか？すいません。なんでお前に俺仲間やか誰なのこいつ。今程がある。キャリーが、あー、かわいそうめやったな。っちゃかわいそうじゃん、これ。うんでもさ、この人がどうしたらよかったんや悪いろな。し、起きたしな、こいつ。うんで、起きてんのに、多分恥ずかしかっじゃあたんちゃうかな。起きてんのに鼻遣い悪すぎんそしたら、ずっと、とか言ってさ、鼻悪め。鼻悪めじゃん。ずっと、起きてんのにいびきかいてるって。なんでなんて。怖いな、これは。よかった。な、うんどうしたらよかったのうるさない、これ。でも怒ってくる人いますよね。俺自分のキャリーが転がってんの。それはいないですけど、電車で電車で、どういうパターンで起こることがある？例えば、電車で起こる人。例えば、赤ちゃん泣いててうるさい。それはダメだね。そういうのもでもそんなたまに見たりとかそれはちょっとあかんな、そのおじさんか知らんけど。とかですかね。なんでな。でもなんかう、ん。一回私が見たことあるのはう、んギリギリ、電車閉まるギリギリにあなっあれね、て、あかんね、それ。顔挟まれあって、めっちゃ怒ってあった。顔だけピンポイントで挟まった。挟まれてました。電車にはいろんな人がいるから。めっちゃ大泣きしてる人もいるしね。いる。赤ちゃんじゃなくても大人が、って泣いてる人いいるよ。そういう人もいるしやん。えわからん。何があったんやろとは思うけど。いろいろいるから、まあ、じゃあ、今日の点数は、かわいそうということで70点。かわいそうすぎたっていうか、どうしようもないよな、これ。めっちゃ難しいな、このお話。お話も話ですね。でも楽しい。面白いです。うんちょっと難しめでしたけど。じゃあ、次、小花さん、はい。曲紹介お願いします。はい。最近私がハマってる曲なんですけど、なんか、ちょっと切ない歌詞と素敵なメロディーが、なんか、エベマンスが、あかねクラブ、おかっぱトークでございます。じゃあ、メッセージ紹介しますね。はい。はい。大阪市西区のやじ馬か、町代理です。はい。昨日、はい。何お昼休みを、はい。出先の、ショッピングモール、フードコートで過ごしたんやって、はい。でそこでいつも慎重派の私が思い切って、日頃食べたことのない種類の蕎麦食べたらしいんですよ。はい。だけど、残念ながら口に合いませんでしたって。あ
やっぱりなーって思いつつ後悔したんですが、皆さんは同じ経験したことありますか？いつも食べてる味の身長派、それとも食べたことのない味を確認したい挑戦タイプ、どっちですか？めちゃめちゃ挑戦タイプです、私。小花さん、挑戦タイプ。はい。食べたことないものを食べたい。いつだって。もかは私、ご飯系は挑戦したくないんですけど、お菓子は挑戦したいんです。へー。グミとかは新しいの出たら買っちゃいます。海外に行ったらさ、ほとんどがもう食べたことないのばっかやん。はい。だから全部挑戦しちゃいたいっていうか。はい。今回、はい、海外行った時に挑戦したのは、はい、空港で、はい、スイートコーンミルク味っていうのがあって、何それ頼んでみたんですよ。どんな写真ない？あるかな出てきたのは、普通のただの、なんか、プラスチックの容器にコーン入ってるだけじゃない？何それ？ですけど、作る過程が見れて、見てたら、何も、ただのトウモロコシじゃん。何を作ってんのよ、それが。見たんですよ。そしたら、コーンに練乳入れてて、ミルクって多分練乳のことやったんですよ。練乳とバターを入れて煮詰めてたんですよ、コーンを。で、食べたことないから、しかも予想もしてなかったから、練乳にコーンなんやと思って食べたけど、めっちゃ美味しかったです。美味しそうやなと思うよ。そうですか？いや、まあ、コーンやからな、もともとそんな甘いし。まあ確かに。なんか、余計甘さが、ってなって、バターも入ってるんだった、やったら、まあ、もっと美味しそうやなとは思うけど。でもなんかそういう、意味わかんない挑戦してないですか？ちょっと、見た目がな、そう、衝撃なんかそのお皿とかじゃないんやと思って、まず。プラスチック容器に詰められた。しかもなんか意外と普通のコーン。そう、なんか、それなんと思っちゃったけど、なんか、まあ一応そういう、じゃあ加工っていうかその、甘さとかを、味付けがされてる。はい。なんか、まあ、どんなんか見たい人もいると思うんで、じゃあぜひ自分の、ブログとかに上げて。わかりました。ブログに上げます。面白い。みたいかな、ただカップに詰められたんやけど。ラジオネーム、東京都昭島市からです。名前はありません。はい。はい。こんばんは。こんばんは。毎週楽しく聞かせていただいてます。ありがとうございます。毎年ライブを開催していただいて、アバディとして一大イベントが大きな楽しみです。ありがとうございます。ありがとうございます。なんとなく、開催地が西の方が多いかなってちょっと感じています。怒ってる。可能であれば、東北方面の開催を一本でも入れていただければ本当にありがたいなと思います。例えば仙台。東北方面のアバディにもおられまして、開催してほしいなということも伺ったこともあります。はい。このようなこと言うと、茜さんから、多すぎるなんて言われそう。お得意のツッコミがありそう。私のことはツッコミ入れても、東北アバディのことも視野にいただければ、本当に本当にありがたいです。どうぞよろしくお願いいたします。確かに、東京都のね、昭島市の方なのに、確かに東北の方を思って言ってくれてますね。優しいですね。まあ、確かに今年は6都市ですけど。石川だ。石川県。大阪、東京、広島、福岡です。なるほどね。確かに東京より。これは、まああんまり確かにイベントとかもほぼないですね。呼ばれたことあんまないですかね。あるんですけど、確かに。数はないか。多いですね。まあこれは、まあほんまに、申し訳ないという気持ちです。まだまだやっぱアバンギャルディの認知度が、東北方面にはもう本当足りてないなという、やっぱありますね。なんか、これはもう私どもがもっと頑張らねばなっていうところなんですけど、やっぱり国内の開催で、やっぱそのチケットのね、売れ行きとかさ、ここは大きく影響してくるんで、そうですね。ちょっとまだチャレンジできないレベルではあります、我々。東北。行きたいけどな、めっちゃ。行きたい。そんなん言ったらもう全国回りたいやん。回りたい。夢はさ、北海道とかさ、沖縄とかまで行ってみたいやん。そりゃそこまで行ってみたい気持ちもあるけど、やっぱちょっとまだまだそこまでのね、知名度と、そうです。アバンギャルディは知ってても、ライブにはまだ行くあれはないかぐらいの人ももちろんいらっしゃいますし、で、今回の石川県もね、結構関東方面も、行きやすい。そこをちょっと考えてみたんですよね。
いろんなとこ行ってみたいはあるんですけど、やっぱちょっとまだまだ頑張り足りないっていうのは現状です。頑張りたいですね。頑張らないと。だから、47都道府県、全制覇できるよそうですね。ちょっといつかはっていう目標ですね。はい。はい。だからもうこれで、例えば、仙台公園って入った場合には、そこまで行ったかってみんな思ってほしい。そうですね。それぐらいビッグになれるように。そうよ。やっぱそこをちょっとね。はい。行きたいです。頑張りたい。頑張ります。はい。活動は自分たちにかかっていますから。はい。今年2026年ね、しっかり頑張って、はい。2027年には行けるように。はい。頑張る。あやで、だからまあそうやってね、そう、これは勝つです。はい。勝つでございます。死からの勝つ。ありがとうございます。しっかりせえよという、はい。勝ついただきましたんで。はい。ちょっと頑張りますね。頑張ります。頑張ります。はい、ありがとうございます。はい。愛知県のなおさんです。なおさん。そう。まずなおさんは退院おめでとうございますって言ってくれた。ありがとう。ございます。おめでとうございます。はい。心配してましたがお元気そうで何よりです。言ってくれてます。ありがとうございます。さて、とても楽しそうなイベントの企画をありがとうございます。はい。なるべく全部行きたいので会社と相談中です。やば。会社と相談中。会社、休まなければいけない。そうだね。モード学園のね、先日行われた名古屋のライブっていうか、イベントか、行きましたけれども、もうすでにアバロスです。早川あかねさんへのメンバーに会いたいです。言ってくれてんだけど、はい、そうなんですよ。まあちょっと楽しそうなイベントがいろいろ目白押しだよっていうことで、はい、これ先週は言ってなかったんですけど、はい、アバディ町会議っていうね、新しいイベントを開催します。はい。はい。これは一体何かっていうことです。気になってる方多いですよね、きっと。まあ、ファンクラブ限定のライブなんですけど、はい。自分とそのアバンギャルディが、まあ、これまで、まあ、どういう形でね、今の形になったかもそうだし、その成長している、まあ、ここまでの歩みを振り返ることもそうだし、これからの未来をどうやって考えてるかっていう、私の野望もそうだし、まあメンバーとこうしていきたいよっていう計画みたいなことだったり、それからまあまた、応援してくださるね、ファンの皆さんがどのように、一緒に応援していくと、私たちの、力になるかっていうことも具体的に喋れたらいいなとか思ったりしてるんです。これがめっちゃ力になってるんです、実は、みたいな。こともそうだし、まあなんかいろいろ分析していって、それをちょっとまあ、みんなで考えようということですね。だからひたすらちょっとアバンギャルディについて考えるための講演会みたいな。講演会じゃあ新たな形としてね。はい。やりたいし、まあなんか自分が同じようにね、大人数なのか、まあ何かしらを束ねるっていうことをされてる方もいるだろうし、別にそれは会社じゃなくても、家族でもあるじゃないですか。ね。子供さんとかがいらっしゃったら、束ねないといけないから、お子さんとかをね。まあそんな感じで、まあいろんな、みんなそれぞれそういう時があるかもしれないから、まあ、自分はこういう風にしてるよ、みたいなこととかも喋れたらいいかな。で、これは東京で開催します。はい。でもゆくゆくは、だからこれも、まあ、皆さんね、先ほどの秋島市さんじゃないですけど、まあ、なんでこっちに、例えば今回やったら関西なんでやれへんとか、もっとそうやったら九州方面とかも言ってくださってるんですよ。ありがたいことに。で、まあ、まだまだちょっとこの1回目っていうこともありますし、どんなんかなっていうのもありますし、まあみんながちょっと割と行きやすい東京でちょっとね、申し訳ないけど、まず初開催っていうことになりますけど、まあ、なるべくたくさんの人に来ていただきたいと思ってますし、まあ、ただ自分が喋る公演なんで。でもどんな回になるのか。そうよ。だから初めてだからどんなんか分からへんけど、まあ、お土産付きなんで。おーっと。これはめっちゃいいです。おっと。でも、ここから私のエンタメっていうものが始まるから、自分なりの、何でもエンタメなんで。まあ、気軽に参加してほしいなっていう感じですかね。はい。なんかそういう、まあ、そう人前でね、喋るのもね、最近あんまできてなかったんで、このラジオだけ
以外はね、なんか前まではよく講演会とか呼んでいただいたりとかしてたんですけど、まあちょっと最近はそういうこともできてなかったりするので、ちょっと久々にね、こうやって自分のいろいろ考えだったりを何かしらの形で発表しますので、はい。はい。発表って笑う。発表会議。発表会議したいんで。はい。まあね、なんかこれはちょっと記録に残して、それをちゃんとね、ね、これなかったら皆さんにもね、残せる形にはしたいなとは思いますけど。はいはい。そういうようなことでございますので、はい。ファンクラブに入られた方ぜひ、ぜぜひ。ひ。気になった方はファンクラブに入っていただいたら、それ、見に行ける権利をもらえます。はい。はい。はい。よろしくお願いします。お願いいたします。そうですね。まあ、近々っていうと、来月は、また、アジアツアーが、バンコク、シンガポール、香港で開催しますので、そちらのライブにもぜひ来ていただきたいな、というところと、国内でのツアーは5月からスタートしますね。はい。はい。そちらの方も、まあ、いろいろチケットの、ゲットする方法は出ておりますので、ぜひ、皆さん、来てほしいなと思います。はい。はで、まあちょっとなかなかね、結構みんな今、海外に飛びまくってるから、そうですね。ほんまに全員集合してないよな。絶対してないです。はい。マジで会ってなくて。今、日本にいるのは何人やっていう感じです。1ヶ月ぐらい会ってないなって思うメンバーもいるし、それで言うと。ほんまですか？おるんちゃう？おる。さ、リモートとかでは会ってるよ。リモート会議は絶対やってるから、それでは会ってるけど、やってないなっていう子はいる。この人の時にそうですよね。はい。約1ヶ月ぶりぐらいじゃない？私入院してたし。そう確かに、知れがあるんですね。そう、だから、へそういうメンバーもいたりするので、まあまあ、いいことですよ、お互い。そうです。いろんなとこで頑張ってるっていうことはいいことなんで。なんか、だからおもろいよな。なんか、頑張ってんなと思うよ。思います。しかもなんか、焦りがやばい。みんな頑張ってるから、私も頑張らなって。そうや。思うよな。今全員が全員思ってる。そうそうで、あ、こいつこうやって海外行って、なんかいろいろ撮ってきてるなとか、リールとか、ね、ブログとか、ネタ作ってんなっていう人もいるし、なんか、パパラッチされてんなとかあります。道端で見つけられてるな、野生の甘え。それを見て、頑張ってんなっては思いますけど。はい。ね、まあ、なんで、まあ、また見ると。もうこのなんかライブツアーが始まったらまた、ここにゴリゴリに会ってね、まあ、はい作っていかないといけないから、はい。楽しみです。頑張っていきましょう。頑張ります。はい。ということで、以上でございます。告知はもう言ったよね。ある程度は言った。その、 3はいつあ、 2月19。じゃあ、ほんま言って。それを言って。 2月19、はい。木曜日に、ザ・ナイトテンポショー2026おい。にゲスト出演が決定しました。おい。ナイトテンポさんとのコラボ曲、ワークイットのパフォーマンスもあるかもしれませんので、皆さんぜひ来てください。はい、これメンバーは誰が出るんだっけ？誰が出るんだ知ってますよ。ノナ、はいソノ、はい。パニー、はい。ミュウ、はい。まっちゃん、はい。セラ、はい。そうです。正解です。 6人。 6人。で、他にも、後藤真希さんとか、はい。の意味の富田なんだかちゃん。ああ、そうですね。はい。そうゲスト。出演されます。そう。だから、その、ナイトテンポさんのゆかりの皆さんがはい。出てたりするので、はい。ちょっと楽しみでございます。出たことないんやな、二人は。ないですね。大きいステージとかだと、 6人とかじゃなくてね。そうなんですよ。渋谷の普通の、まあ、オイストっていうクラブハウスになるのかなでやるし、まあ、ナイトテンポさんのね、一番舞台なんで、はい。ど真ん中にちゃんと DJ ブースがいるから、限られてます。はい。そうですね。全員はいけない。そうですね。つめつめでもいいから。そう、めっちゃ楽しいんで、楽楽しみます。映像だけ見させてもらいます。いつもと違うような、イベントではなってますんで、はい。はいぜひ、気軽に遊びに来てください。はい。お酒も飲めますし、楽しそう。楽しそうやな。楽しいです。そうほんまに。はい。皆さんぜひ、はいください。はい。はい。今週は、小花とモカでした。ありがとうございました。 FM Osaka. 85.1. FM Osaka. あかねクラブ。